米。お、入ってる入ってる。早速1匹。幸先いいよ。はい、こんにちは、小島よし浜湯です。今ですね、こちらの世界では1月半ば頃です。皆様新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。1月半ばということで、新年初漁、果たしていくら水揚げすることができるのかということでやっていきたいと思います。冬ってね、小豆島では毎日西風が吹くんですけど、今年はそれが特に強くてめちゃくちゃ吹いてて、なおかつですね、牡蠣の出荷やカゴの掃除、それから網掃除、網仕事などですね、いろんな仕事があってめちゃくちゃ忙しくて、コンビニ飯も多くなって、食材の買い出しや料理、洗い物なんかも自分ですることが多くてすごい大変です。なんかの紹介のフラグビンビンですが、その通り動画のね、この後フラグ回収していきたいと思いますので、動画を最後までお楽しみください。といったところで、新年漁初漁行っていきたいと思います。レッツゴー。で、今回はアナゴカゴもやっていくので、餌も持っていきたいと思います。この餌がいつもおなじみサンマですね。こちらの匂いでアナゴを引きつけていきたいと思います。よいしょ。で、アナゴって夏のイメージですけど、冬のアナゴって内臓脂肪とか身に脂がめちゃくちゃ乗ってて、実はね、すごく美味しいんですよ。ベースケが取れたらね、刺身で食うと最高です。鍋もいいかもね。じゃあ、いつものボテがましい手袋をつけて、冬はね、僕末端冷え性だからすごい冷たいんです。で、ライフジャケット。はい、じゃあ早速沖向かっていきましょう。網を仕掛けるのとアナゴカゴを仕掛けていきます。じゃあ先にカゴの準備しておきます。どうだったっけな、干すために分けてたけど順番が分かんなくなっちゃった。多分こっちが下だな。よし、じゃあここに餌を半分、サンマを半分に折って入れて、こうします。閉じます。アナゴは普段砂の中とかこの岩のね、隙間とかそういうところに隠れて暮らしてるんでアナゴって言うんですけど、夜になるとね、餌を求めて活発に動き回ります。このカゴがこうあって、アナゴがニョロニョロっとね入るんですよ。ここに餌を求めて。で、この口が入るは入れるけど、出る時にもう水中のこの上側にあって、網とかがいっぱいあるから出るのは出れないんですよね。そういう仕組みでアナゴとかタコが入ります。じゃあどんどん餌を入れていきます。餌はね、多いほどいいかって言われたらそこまででもない。適量でよろしい。本当はね、取れたてのイワシとかでするとよく入ります。はい、これで全部餌が重ねることができました。これでアナゴカゴやりの準備は完了です。よし、じゃあ出港していこう。ドライブ下げて、でエンジンかけます。冬だからかかるかどうか心配で、かかんない時はこのバイクでいうところのチョークみたいなのを引っ張ります。とするとかかるんですよ。ほらね。よし、準備 OK。 出港だ。はい、じゃあポイントに到着しました。入れていきたいと思います。バックで入れていきます。1カゴ入れたら次のカゴ準備して、貼ったら入れていきます。じゃあ次網仕掛けていくんですが、タイってね、やっぱ冬になると寒くて下の方に、底の方に固まるんですよ。でもやっぱ餌がいる場所じゃないとタイがあんま取れないんで、こちらの3年ぐらい前に買った魚群探知機で魚を探していきます。何かがすごい映ってますね。ここらからちょっとやってみましょうか。で、水深が28メートルだったので、重りまでの長さがね28メートルないと網が浮いちゃうので測ってみます。で、漁師の測り方は一広って言って、だいたいこれで170センチの人だったら
1広したら150センチぐらいになります。3広で4メーター50、4広で6メーター、5メーターで7メーター50かっていう感じです。6、7、8、17、18、19広。10広が15メーターだから19広で28メーター50。ギリギリいけるかどうかですね。もうちょっと浅瀬行ってから網入れたいと思います。はい、じゃあ現在水深22メーター入れていきます。チェダー！久しぶりの沖だからテンション上げ上げです。でも網が1年ぐらい使ってるんでボロボロなんですけど、網は多少ボロボロでもね、魚はかかります。不思議なもんで。じゃあやっていこう。でこれが海の中で立つから縦網です。あと海に刺すから刺し網とも言います。正式は刺し網ですかね。さっきめっちゃ映ってたのに今あんま映ってないです。まあ魚も移動するから映らなくてもおればかかります。では網入れは終了です。帰りたいと思います。両家かかってほしいですね。きとう。はい、じゃあ帰ってきました。帰りたいと思います。お昼飯食ってないからね。仕事が忙しくて昼飯食うのが1時とかね、結構多々あります。よし。はい、ただいまというわけで沖から帰ってきました。じゃあ最初に立てたフラグを回収していきましょう。最初にね、最近忙しくてコンビニ弁当が多いって言ったんですけれども、今回は三つ星ファームさんからいいものをいただきました。それがこちら。じゃあ開けていきましょう。おお、デザートも入ってる。今回三つ星ファームさんから14種類ものお弁当をいただきました。これね、全部僕の好みで選ばせていただいたんです。で、僕は一応正直 YouTuber としてやらせてもらってて、美味しくないものは紹介しないっていう心情でやってて、それをね、先方に伝えたところ、送ってきてくれたんで食べたんですよ。じゃあ美味しかったので、今回ご紹介させていただければなと思います。で、僕の好みで選んだんで、結構がっつり系なんですけど、今腹減ってるんで、その中でもどれにしようか迷いますね。で、今回はどれにしようかなと思ったんですが、一つがトリュフ香るデミグラスのハンバーグ。もう男なんてね、みんなハンバーグ好きだから迷ったらハンバーグを作ればいいんです。で、チキン南蛮も僕好きなんで、これの2ついきたいと思います。で、食べない分は冷凍庫へ。縦にも置けるし横にも置けるから結構入る。 OK。 レンジで5分、手軽で簡単な冷凍料理。献立や使う食材を考えなくてもいい。さらに買い出し、料理、洗い物が不要に。三つ星ファームさんの食品は全100種類以上で、料理のレパートリーにも飽きないんです。はい、というわけで温まりました。開けていきましょう。まずはチキン南蛮。おお、うまそう。結構タルタル入ってますね。トリュフ香るデミグラスのハンバーグ。三つ星ファームさんいろいろ見たんだけど、ネーミングセンスがどれも抜群にいいんですよ。よだれが出てくる。どちらもね、しっかりと野菜が入ってます。じゃあまずチキン南蛮から。うまいね。見た感じ結構色薄いんですけど、このパセリがまたいい仕事してて、なんかパセリがあるおかげで全体的にこう香りがあってパンチのある味になっています。鶏肉自体も柔らかい。続いてはジューシーそうなハンバーグ。うおー、うまそう。トリュフ香る気がしますトリュフの匂いあんま分かんないけど、見た目以上にジューシーで王道のハンバーグって感じ。家で作ったハンバーグって結構玉ねぎ強くてジャコジャコで、それはそれで美味しいんですけど、お店で食べる味がします。じゃあ野菜も、ナスビ大好きなんですよ。ナスビもしっかり味染みてるじゃん。
最初ね、紹介してほしいってお仕事のご依頼が来た時に、なんか薄味かなと思ったんですけど、男の人も楽しめるぐらいの味はある。ハンバーグとご飯もめっちゃ合う。うまっ。自分で作るんとかコンビニ弁当に比べたらちょっと薄味かもしれないけれども、野菜とかもね、入ってるから健康的ですごくいいです。僕は自分で作るとき全然野菜食べないんですよ。前はよく食べてたんですけどね。で、なんでこれ味がうまいかっていうと、全メニューじゃないんですけど、ミシュランシェフが監修してるそうです。だったら納得の味わいって感じ？それからね、僕の今の丸々とした顔を見てもらったらわかると思うんですけど、今現在ダイエット中です。それでこの三つ星ファームさんは、原則的にはカロリーが全部350キロカロリー以下で、糖質も25グラム以下。で、タンパク質はなんと15グラム以上入ってるのが基本だそうで、ダイエット中の僕には健康的でぴったりです。あとは食べる米の量を減らせばいいんですけど、このハンバーグがめちゃくちゃうまくて、これ米進みます。それから冷凍ストックできるんで、いつでも好きなタイミングで食べられるのと、保存量や添加物は最小限に抑えられてるので安心です。僕はあんま気にしてないんですけど、高タンパクで野菜とかが取れるのはいいですよね。それじゃあ、ごちそうさまでした。あとは捨てるだけ。で、動画の最後に今回ご紹介させていただいた三つ星ファームさんの YouTube 限定のお得な初回特典もございますので、動画、チャンネルはそのままで最後までご覧くださいといったところで他の仕事行きましょう。で、今からはですね、こういった牡蠣の養殖に使ってるカゴがあるんですけど、この子たちずっと海の中にいるから、フジツボがね、山のようにつくんですよ。こういう2倍体の牡蠣とかね、これがついてたらね、腕が傷だらけになっちゃったり、あんま良くないんで、これの掃除していきます。はい、じゃあもう夕方なんで、シャチャッとやりたいと思います。先にこの蓋を外して、はい、じゃあ1時間ほどやって帰ってきました。次は網仕事です。ここが私の網仕事場です。で、今やってるのはマナガツオの網で、アバっていう、どう言ったらいいのかな、縦網の上の部分のロープと網の部分を接合する作業をしてます。で、このスワンの板でここの長さを合わせて作っていきます。よし、膨れたら包丁で切る。で、また目合い数えて、で、この作業の繰り返し。じゃあ1時間ほどして飽きたんで、もう今日の仕事は終わりたいと思います。で、網クリくんもね、今からクリくんちょっとめんどくさいんで、先酒飲んで寝てからクリ行こうかなと思います。お酒だ。毎日の楽しみはお酒です。はい、じゃあ帰ってきました。パッと飲んでパッと寝ます。で、今回焼き鳥もしてます。ちょっと言ったんですけどね、時間ない人も、こういうことがあればできるよっていう話なんですけど、焼き鳥するやつはね、多分時間が余ってるやつです。僕は忙しいけどするタイプです。うまそうだな。これも晩酌のあてにするか。で、今は牡蠣を焼きながら三つ星ファームさんのもつまみにしてます。飲んでるのは糖質ゼロ。おはようございます。むくむくむっちゃんです。というわけで夜中に起きたんで、早速網繰り行きたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ網繰り行くんですけれども、先にですね、カゴと網を上げた後に、何回かね、網を入れて、しばらく待ってすぐ来るっていうのをやって、魚を取って集めていきたいと思います。もうワイパーした時のここに残るの、これ嫌ですね。出港だ。マジで1ヶ月ぶりぐらいのナギだ。よし行こう。寒い。はい、じゃあ現場に到着しました。先にアナゴカゴを上げていきたいと思います。真っ白い息が上がるぐらい寒いですが、さっきあったかいコーヒーを飲んでて、それのせいかもしれません。早速食っていきましょう。
こやはい、では目印となる受けを発見したので、こちらの受けを鍵で引っ掛けて、剣飛びとかっていうんですけど、カゴを開けていきたいと思います。果たして穴子は入っているのでしょうか。1個目、お、入ってる入ってる。いい穴子ちゃんですね。1カゴ目からいい穴子をゲットしました。名前の由来なんですが、日中は海底の泥や砂、岩の間に身を潜めるために穴に潜む魚として穴子となりました。ちなみに穴子のさばき方なんですが、関西と関東では違います。関西が腹開き、関東が背開きが一般的です。武士の町の江戸では腹開きっていうのは切腹のイメージが強くて背開きになって、商人の町だった大阪では腹を割って話すということで腹開きになったと言われております。この後大物が来るので皆さん飛ばさないでください。3カゴ目上がってきました。3カゴ目に上がってきた穴子、めちゃくちゃ太い感じです。これはですね、ベースケ、デンスケ穴子って言います。で、なんでデンスケ穴子っていうかというとですね、これは兵庫県の昔話に登場する大きくて役に立たないデンスケっていう登場人物に由来したものなんです。どういうことかって言いますと、穴子やあとハモとかですね、小骨が多くて、その魚自体が大きくなりすぎると骨も太く硬くなるために使い物にならないということから来てると思われます。それがですね、漁獲量も減って今では価値が見直されて相場もいいですし、あとね、ベースケは普通の穴子よりも脂乗ってるんで、骨切りさえすれば普通の穴子よりは僕は美味しく食べれるかななんて思います。実際刺身で食ってもうまいですしね。ただ穴子の刺身ってあんま効かないと思うんですけど、穴子の血や粘液にはタンパク質毒が入ってるんで、皆さん飲みすぎにはご注意です。ただね、厚生労働省が発表する自然毒のリスクプロファイルによると、穴子やウナギで食中毒の記録はなくてですね、60kg の人が血を飲んだ場合、その致死量は1リットルと見積もっているので、ロング缶なら大丈夫です。これはね、完全自己責任で、あとね、タンパク質毒なんで加熱すれば完全に無毒です。はい、じゃあ穴子カゴ繰り終わりました。取れたのがこちら。穴子はね、表面めちゃくちゃヌメヌメして、そこから皮膚呼吸できるんで全然死にません。これで魚が取れたら水抜こうかなと思ってます。じゃあ次は網食っていきたいと思います。果たしてタイはかかっているのでしょうか。この時期もタイとかチヌしか取れないから動画的には微妙ですけど。そうなんですよね。タイとかチヌしか撮れないから動画作りどうしていこうか悩みます。皆様意見があれば教えてください。はい、じゃあ網上げていきたいと思います。さあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。タイが大量だとありがたい限りでございますね。全然タイがいないですね。水深もう20メーター超えてくるとだいぶ網が重たくなってきます。お、なんか来た。なんだこれは。イネゴチですね。稲が実る時期に美味しいイネゴチ。情報はそれだけ。はい、じゃあ気を取り直して漁を再開していきましょう。といったところで、なんとタイが2連チャン。これはまさしく大漁の予感ですね。で、今自分に取れるタイっていうのは寒鯛って言って、寒いタイって書くんですけど、もう油を蓄えてて非常に美味しいです。次にやってきたのがメイタガレイですね。目の間に板状の硬いものがあるとか、手で触ると痛いっていう感じでメイタとなったとされています。僕らはメダカって言いますね。で、次にやってきたのがクロダイ。その名の通り真っ黒いタイです。ただね、今のクロダイは正直タイより美味しいです。で、チヌとも言うんですけど、これは初代天皇の時代にチヌと呼ばれる大阪湾の沿岸で多く取れたことからそう呼ばれるようになりました。ただ海苔の養殖業者さんにとってはちょっと厄介者で、海苔の食害って言って生えてきた海苔をチヌがよく食べるんですよね。チヌはその代わり身も甘くなって美味しくなってます。じゃあ一旦網を巻いて魚を外していきましょう。冬とはいえ長い間ね、放置しておくとさすがに死んじゃうので網から外していきます。ちなみにこの網も使って1年、もうボロボロなんで、網を破ったりして外していきましょう。
じゃあ魚が無事に外せたので網繰りを再開していきたいと思います。ここからは主観ものをお楽しみください。これね、結構加えてると大変なんですよね。口の筋肉を結構使うんで。さあ何がやってくるのか。 GoPro に変えてから主観ものでやってきた1人目、グチですね。これ撮った時にグーグー鳴くのがグチのように聞こえるからグチ。さあ画面をきれいにしていきます。きれいな映像をお届けするために私はやっています。それからグチはですね、石餅なんても呼ばれたりもしますし、食べ方としては油乗ってる時だと刺身なんかも抜群にうまいし、あと練り物とかにも使われているみたいです。次にやってきたのがアガリって言って死後硬直しちゃった魚ですね。このように網で死後硬直した魚はですね、割と市場では安いです。もう半値以下といったところでしょうか。あれはね、うちの父親がこの世界では誕生日なの、この日に誕生日なんで祝い代として炭焼きしてあげたいと思います。次に来たのが酒田サメですね。割とヒレがうまいらしいです。唐揚げとかにすると。情報はそれぐらいといったところで1番目が終了しました。いやーマジで全然いなかった。10匹ぐらいでしょうか。ちょっと深めいなかったんで、今度は浅めに網を入れて、30分ぐらい待って繰りたいと思います。夜中起きるときは目覚ましをね結構いくつもかけてて、30分ごとにかけたりするんでなっちゃいますね。消すの忘れてる。でもね、酒飲みすぎた時とか起きれん時は起きれないんですよね。そういう時もある。人間だもの。今日は元気100倍アンパンマンです。顔のパンパン具合もアンパン。よし、じゃあ次やり行こう。気を取り直して。時間はまだまだある。さあ2番目やっていきましょう。明るい間だとね、魚って割と目がいいというか網がよく見えるので網にはかからないんですが、夜の間だったら魚、寝てるイメージあるんですけど網にかかるんですよね。網自体も潮とかでちょっと動いてるんでしょうね。はい、じゃあ網入れが終了しました。でちょっと待つんですけど、これ見てください。上がりの鯛なんですけど、今日親父の誕生日なんで、この上がりの鯛を塩焼き用にさばいておいて、なんか祝っていうね、正月飾りとかがあるんですよ。僕がおせち作った時のやつとか、それを飾って塩焼きであげたいと思います。はい、じゃあ30分ぐらい待ったんでまた網上げていきたいと思います。おじいさんと一緒に行ってた時はもう鯛がね、鈴なりって言って神楽鈴のように、木の実にね実が連なってるように、もうずっとねこう鯛がこう連なってきてたんですけど、水温が下がったら鯛が下がるって話をしたと思うんですけど、その水温が下がりきらなくて鯛もねその下の方にあんま集まりきらず、あとボラとかもね、冬になったら今カンボラで寒い時にあったかい川を目指してゴバッと集まるんですけど、そういうのもなくなっちゃいました。地球温暖化の影響とかでどんどんね魚のいる場所とかも変化すると思います。さあ網が上がってきました。2番目は果たして大量なるか。じゃあ次はスタッフに食ってもらって僕は実況の方をやっていきたいと思います。実況見聞といっても特にそんな実況することないんですが、こちらがアバといって網の上側ですね。でこちらが沈止コード、要は網の下の鉛部分です。この沈止コードがないと網が下にペタってつかないし、潮の流れとか風でね海がかき混ぜされるとすぐね流れちゃいますし、まずそもそも魚がかかりません。さあというわけで実況はしておりますが何も魚が来ませんが、果たして魚は上がってくるのでしょうか。網だけが溜まっていきます。さあ魚が来ないので他の話をしていきましょう。こちらがコントロールボックスっていうやつで、これがクラッチです。クラッチを前につなぐか後ろにつなぐ。これどういう仕組みかっていうと、これにねワイヤーが入ってて、ワイヤーでエンジンのところのクラッチをね操作するんです。でこれがアクセル、要は車のアクセルと一緒ですよ。ブワーってねエンジンのあれが上がります。でこれがラットですね。マロールっていうのは結構有名なとこで、このラットを回すと後ろのねドライブがこうペコペコって動きます。ちょっとね暇なんで魚群探知機でもつけて見てみましょうか。はい、じゃあ魚群探知機映ったんですけど、全然魚がね映ってる様子はないです。おそらくこれはなんか網が上がってきてるやつかな、違うかな。はい、じゃあ4匹来ました。来てる鯛はわりかしいいですね。これとか見事ですよ。よう超えてます。寒鯛海苔食ってるから海苔鯛ですね。
はい、じゃあ網繰りが終了しました。たったの4つですよ。少ねえな。まだまだやるぜ。はい、じゃあ次はですね、僕が網あるところで一番深いところ、最高到達点が43メーターぐらいあるところで、潮も結構早いんですよ。そこやっていきたいと思います。潮が早いからこそ小潮の時期しかやれないし、中潮とか大潮の時期だった時だったら潮止まり、マズメっていうのが潮マズメっていうんですけど、その潮がこう上上がって1時間ぐらい止まるんですよ。そういう時だったらやれる場所、逆に言うとそういう時しかやれない場所やっていきたいと思います。で、去年やった鉱石線が残ってるんで、これを元にやっていきたいと思います。で、魚みたいなのも映ってますね。期待できそうです。はい、じゃあ網入れたんでまたちょっと待ってくりたいと思います。3番目。おお、早速1匹。早速1匹。幸先いいよ。で、水深がやっぱ30メートルぐらいになってくるとかなり重たいです。今小潮だから潮で網が吹かれないんでマシっちゃマシですけど、重たいですね。非常に網は重たいのですが、懸命に網を上げていきます。このネットローラーがついてるから軽いんじゃないのって思いがちなんですけど、重たいんですよね。ネットローラーついてても。ネットローラーがついてなかったら上げられないぐらいには重たいです。で、魚のポイントにやってきたのか、タイがパラパラとやってきております。いい感じですね。肩もわりかし大きめです。今でこそ一年中取れるタイなんですが、昔はわりかし少なかったです。ただ産卵数が多くて6キロほどのタイで700万個も卵を産みます。で、小さなタイはリリースしましょう。大きくなって帰ってきてください。増えたからといって取りすぎて乱獲したら結局昔みたいに減っちゃいますからね。で、次に来たのがアマテガレー、正式和名がマコガレです。卵がようけ持ってて美味しいカレーですね。おっと、産卵期なのか、産卵期超えてるんですけど、あんまりパートナーに恵まれなかったんでしょうね。ようけ残ってました。手をしっかり洗って網繰りを再開していきましょう。大きい。今日一番2キロぐらいのいいタイで、見てください。タイもわりかし、ほらこっち鈴なりで急に来だした。多分タイの溜まってるポイントとかがあってちょうどそこに来たんだと思います。じゃあ残り少なくなってきました。あと市場の時間もだいぶ近づいてきたんで、市場持っていかないといけません。最後の方なんて結構来てますね。タイを市場持っていくんですけど、市場っていうのはその魚が多ければ安いし、少なければすごいね相場上がります。今の時期タイが他の人があんま取ってきてなかったらいい相場で売れるはずです。楽しみですね。はい、じゃあ合計3番終わりました。じゃあ帰ろう。きっとはい、じゃあ帰ってきました。で、もう市場の時間なんでパパッと準備して次は市場行きたいと思います。誰かが勝手に取りに来てくれたらいいんですけどね。よいしょ。よし。じゃあ箱持っていきます。魚はね、この魚箱っていう魚専用の箱に入れています。これは3キロ箱、4キロ箱、5キロ箱、ブリ箱とかね、箱の種類無限にはないけどめっちゃあるんです。これを軽トラ積んで次魚生かします。これに海水張って魚生かす。で、このまま海水入れただけだったら酸欠で魚が死んじゃうんで、酸素も入れないと。で、酸素入れる機械がこれ、中にポンプが入ってます。エアポンプってやつ、12ボルト、エアストーン、酸素細かくするやつで、これとつなぐ。で、これに氷を入れて、これで穴子を殺します。じゃあ海水汲んで、
これで酸素のスイッチ。でじゃあこれにカゴに穴子入れていきます。お、珍しく死んでるな。で氷水へ。じゃあタイム生かしていきます。40匹ぐらいいたのかな。わりかしよかった、いい感じ。肩がいいのがパラパラいたからそれが良かったですね。やっぱある程度の肩が大きい方が相場もいいです。大量だぜ。じゃあ持っていきます。重た40キロ50キロぐらいです。よいしょ。じゃあ生かしていきます。いっぱいだ。酸欠大丈夫かな。はい、じゃあ市場の準備ができました。向かっていきます。はい、じゃあ市場終わって帰ります。ただ今日は魚がめちゃくちゃ多くて、でタイもそこそこいたんでめちゃくちゃ安かったですね。ちょっともったいないことしたな。市場って本当持っていく日によって魚が多かったらもう全部の魚が安くなりますし、その種類の魚が多かったらもうそれが安くなりますし、今回はちょっと運が悪かったです。気になる金額は最後にお伝えします。で帰ってきてから牡蠣の発送です。牡蠣男爵。牡蠣自体は小ぶりなんですけど、もう身が入ってパンパンです。で次は親父の誕生日プレゼントを買いに来ました。厚切りのランプとちょっといいオリーブ牛の肉ですね。でちゃんとすき焼き用のネギも買って、ボジョレ・ヌーボーも買いました。ちなみに私今飲んでますけど助手席です。ご安心ください。祝い鯛を焼いてます。いい感じに焼けました。うまそう。はい、じゃあオードブルと肉と持っていきたいと思います。はい、というわけで市場からも帰って誕生日パーティーも終わって、気になるお金額、お金額といいますか水揚げ額なんですけれども、車で言ったようにめちゃくちゃ安くてですね、穴子と全部合わせても25,000円にしかならなかったです。量はねぼちぼち取れたんで、この後も取れるかなと思うんですけど、今回はちょっと運が悪かったです。本当はもっとね、倍もはないですけど、もうちょっとあってもよかったかなと思います。で今回ご紹介させていただきました三つ星ファームさんの100種類のお料理の中から、もう僕の独断とお好みだけで選ばせていただいた浜優コラボセットが発売されます。コラボセットって言っても僕は選んだだけなんで、コラボとは言えるかはちょっとわかんないんですけど、今はそれだけど将来的にはなんか瀬戸内のサワラを使った瀬戸内サワラの究極味噌仕立てみたいな、そういうのもあればいいかなと思います。で購入時には段ボールで届きます。で僕が今回選んだ14種類の食品がこちら。完全に僕の好みが出てますね。今回のコラボセットがキャンペーンでなんと初回 51% オフ、さらに初回送料無料で買えます。1食あたり587円で、僕が選んだ14種類のセットをご購入された方は2回目以降もずっと 39% オフで、さらにその14種類は好きなのを選べます。さらに今回だけ特別にデザートまでプレゼント。入会金やキャンセル料はかからないのでお気軽にお試しできます。ただし今回のお得なこのキャンペーンは期間限定、数量限定で先着300セット3月31日の12時までです。購入方法は概要欄のリンクからこんな感じでページが出てくるので、ここのボタンを押せば OK です。数量限定の売り切れ次第終了だそうですので、気になる方お早めにお試しあれというわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ちょっと長めのエンディングにはなってしまったんですけど、お魚も量は取れたんで良かったかなと思います。三つ星ファームさんの冷凍食品も美味しくいただけました。僕的にはハンバーグが非常に思ったより美味しかったですね。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. Bye bye.